まず一人でスターター回しながら点検できないんで、スターターのところに直結でスイッチをつけて一人で回す。まず配線をつないで、それから火花チェックを今しています。で、手元のスイッチでエンジンを回せるようになったところで各部チェックしていきます。で、今現時点でコイルの抵抗値を測って 1.5 オームぐらいしかないんで、今見たら火がとても弱いので、このミニが本来どんなコイルがついてるかは知らないんで、とりあえずかかるようにしてくれっていう依頼なんで一般的な常識で言うと 1.5 オームだったら外部抵抗器 1.5 オームぐらいがどこかについていて、合計3オームぐらいになってるのが普通の4気筒のエンジンなんで、まずそこは要チェック1のコイルも選択肢に入ります。1.5 オームしかないから、どこかに外部抵抗器がついてなければコイルは同じ。今ポイントの隙間を見るためにクランクプーリーが簡単に回せるところにないんで、セルをちょんちょんちょんと回して、デスビのカムがポイントを一番押してるポイントを探してます。デスビのカムがポイントを押し上げる頂点の部分でポイントの隙間があるんで、その隙間を見るためにとりあえず大体の感じで見てます。でポイントの隙間とかをチェックして、まずそれがちゃんと合ってるか見てます。でこの時点でポイントの隙間が多少狂ってたり焼けてたりするのは分かってます。で今純正のイグニッションコイルをバイパスして3オームのコイルを持ってきたんで、それをとりあえず試しにつけてみます。3オームのコイルをつけて火花がどれぐらい違うかをこれからチェックしています。でどちらも火花は飛んでるんですけど弱いので、この時点でポイントからスパークしてるのが確認できたんで、コンデンサーの不良で
ですね。で今これはポイントとコンデンサーを交換しています。ちっちゃくて狭くてやりづらいんで、なかなか苦戦しています。クランクプーリー回せないんで、他のプーリー回してベルトでなんとか上視点出せないかなと思ったんでやってみたけど、ベルト滑って回せないんで、まあ横着なやり方ですけど、仕方がないので今ギアを入れて、ポイントをレズミのカムが一番押す部分に合わせるためにギア入れてエンジンを少し回してます。要するにギア入れたまま車を押すとエンジンがちょっとずつ動くんで、ポイントを一番押すポイントのカムをなんつったらいいんだろう、デスビのシャフト側の角が一番押す部分を車を動かして出して、でその時点でポイントの調整をします。まあ、小さい車だからできる技ですね。大きかったら押せないんで。でポイントの確認をして、今度はレスビのキャップ、これ安い社外品使ってるんでたまに合わないことがあるんで、まずレスビのキャップ形が全く一緒かどうか確認してます。ネットで買ったポイントとかコンデンサー全部含めて5000円ぐらいのやつなんで、そもそも合ってないんじゃないかなと思いながら確認して、でキャップのプラグコードも一時何番何番って調べれば分かるんだけど、ついてたところにつければそれでいいので、見ながら1個ずつ書いちゃいます。これはね、ローターの形がちょっと違ったんで、このローターとこのキャップの組み合わせでちゃんと火が飛ぶのかっていう不安がちょっとあったんで、
とりあえず組み付けて、コイルからではなくて各気筒に行ってるプラグコードから、要するにレスビのキャップを確認するためですね。プラグコードから火が飛ぶかを今確認しています。で、問題なく飛んだんで、キャブレターも怪しいと思ったんで、パーツクリーナーに入れてエンジンが光るかやってますけど、まだ火は弱いです。スターターを回してる最中にキースイッチか何か配線の問題だと思うんですけど、イグニッションコイルへの通電がかなり電圧が低いんですね。それで火が飛ばないんで、先に言ったように外部抵抗がもしついているんなら、外部抵抗のところの配線の問題かなと思うんですけど、普通外部抵抗ついている車っていうのは、普段エンジンかかってる時に外部抵抗を通って電気がコイルに流れるんですけど、スターター回してる瞬間は外部抵抗をバイパスしてコイルに流れるようになってるんですけど、その配線がどうもおかしいようで、スターター回してる瞬間の電圧が低いんです。なのでバルクヘッド後ろのフューズボックスのところから直接電源を引いて、スターター回ってる瞬間でも高い電圧が来るようにリレーと配線を追加してコイルに直接電気が行くように今から改造します。これだから正規の直し方ではないんですけど、うちに来る車はこういう他の業者がやった車が多いんで、とりあえずかかるようにしてくれっていうリクエストなんで、この方が早いんで放出してもらいます。で、コイルの電圧確認したら一発でかかりました。
の後謎にありませんけど点火時期を調整して終わりです。これは今回はミニ何の部品でしょう？ミニあ、ミニの昔のミニこれ何でしょう？エンジンがかかんなかったんですエンジンかかなかったそれをうんうんうんこれ通称デスビって言われてるやつ。デスビのキャップとうん中で回るローターってやつとうんポイントうん通常もこの3点みたいに変える。そうとコンデンサーポイントの横についてるんだけどコンデンサーっていうこれ結局これ今新品。いやこれ変えたやつああはいここはねちょっと減ってたのとうんここがこう動くんだけど少し減ってんのね少し減ってんのだとこれがダメだった一番ただこういうものをセットで安く売ってるからこんなのほら減るもんだからあここが減るよね。そうだから間違いなく新しい方がいいからいくらもしないんだったら。そうまあそうだね、大体部品っていうのは1個が壊れたら、大体他も消耗劣化とかしてるっていうことだね。ポイントが結局これでイグニッションコイルのマイナスを切ったり入れたりするで火が飛ぶんだけどでこれを外してエンジン回した時にここに火花が散ってたりほらコイルにプラスに来てコイルの中通ってマイナスがここに来てで最終的にアースするんだけど当然高い電圧が来てるからここに火花が飛ぶんだけど火花が飛ばないようにするためにこのコンデンサーが火花が飛ぶとここが焼けちゃうからコンデンサーで吸収するんだけどあそのためにコンデンサーってあるんだ。でそれが吸収されないと火花が飛んでここでスパークするってことはそのエネルギーが失われるのねなるプラグに行かないってことね。そういうのがあってこうむき出しで回してみたらここでパチパチしてたからこれがダメだっていうことでこれ変えるのにもうどうせ一緒に止まってるからこれもまあちょっと磨いて調整すれば使えるんだけどでもそれが数万っていうことじゃないからね。でこれなんかもまあ使えるだろうなっていう感じだけど全部セットで5、6千円だからだったら変えちゃった方がいいですよ。そういう感じで変えてでいろいろ調整して普通にエンジンがかかったんでなるほど。はいわかりました。そんな感じです。